あと30日。30日後に世界は3つの大きな賭けの結果が出るのだ。イラン戦争の休戦署名、日本の AI チップが消える危機、ワールドカップの優勝国まで数学で決まってしまう時代、これらが全部つながっているのだ。30日で世界が賭けの場に変わるって、ずんだもんなに言ってるの？普通に生活してたら関係ないでしょ？そう思ってる人がほとんどなのだ。でも、その3つの賭けの結果があなたの家計に170円の差をつけるのだ。スマートフォンが来年 15% 値上がりするかしないか、そしてワールドカップの予測モデルが日本の個人投資家の行動まで変えてしまうのだ。まず理解してほしいのだ。昨日の朝、イランとアメリカの外相がこう言ったのだ。和平合意は過去これまでに近い距離にある。3ヶ月以上続いた戦争がジュネーブで署名式を迎える直前なのだ。ああ、そういえば最近イラン戦争のニュース聞かなくなった。もう終わったんじゃなくて、今署名の直前なわけね。でもここが複雑なのだ。署名される覚書には14項目あるのだ。その後、60日間の第一段階交渉に入るのだ。つまり、和平が正式に成立するのはあと60日後、その間、いつ戦闘が再開してもおかしくないのだ。ああ。つまり、署名したから終わり、じゃなくて、実際に核問題とか資産凍結とかをどう処理するかは、これからってわけね。その間がめっちゃ危ない。その通り。そしてここが日本に直結するのだ。ホルムズ海峡を通る日本の石油。今、戦前の 50% まで回復してるのだ。つまり、まだ半分しか通れてないということ。50% の回復。ってことは、あと 50% のタンカーが待ってるってことね。もし60日の交渉がうまくいかなかったら？ガソリン代は月末から150円下がる可能性があるのだ。一方、もし交渉が決裂したら、一気に戦闘が再開されて、50% から 0% に落ちる可能性もあるのだ。その場合、ガソリン代は月200円上げるシナリオも考えられるのだ。ちょっと待ってよ。同じ60日の交渉という賭けで、150円と足す200円という真逆の結果が起きるの？どっちが当たる確率が高いんですか？誰にもわからないのだ。投資家たちはこの60日の不確実性にかけているのだ。昨日のニューヨーク株式市場は、この和平、署名というニュースで解雇されたのだ。つまり、交渉成功を信頼するサイドに傾いているのだ。ところで、第2番目の賭けに移るのだ。中国がタングステン輸出を制限しているのだ。このタングステンは何か知ってるのだ？ AI チップを作るときに絶対に必要なガスの材料になるのだ。タングステン？聞いたことないな。そんなに大事な素材なの？超大事なのだ。タングステン6フッ化物という気体の値段がこの1年で 200% 上がったのだ。1キロ250ドル。日本の大手化学メーカー2社が7月から生産を停止する予定なのだ。7月から？もう1ヶ月以内じゃない。日本の AI チップメーカーはどうなるの？グローバルな AI チップ製造ネットワークがこのタングステン金油という鎖で止まるのだ。サムスンも台湾メーカーも日本の化学メーカーの供給がなくなれば8月から減産を検討しているのだ。そうなると、スマートフォンの AI チップは来年どうなるの？来年、スマートフォンの AI 機能搭載版は 15% 値上がりする可能性があるのだ。iPhone 18 Pro なら今年の15万円が17万3000円になるシナリオなのだ。でも、もし中国がタングステン金油を6ヶ月続けたら、サプライチェーン全体が再構築されるのだ。ちょっと待ってよ。イラン戦争の60日交渉とタングステン金油、この2つの賭けが日本の家計に直結するってわけ？だったら第3番目は？第3番目、それがワールドカップの数学的予測なのだ。ブエノスアイレス大学の研究者たちがワールドカップ2026を100万回シミュレーションしたのだ。その結果が投資家たちの賭けの対象になっているのだ。ワールドカップ？それって投資と関係があるの？スポーツじゃなくて？大ありなのだ。国際サッカー連盟が6月末から
公式スポーツベッティングを解禁するのだ。日本の個人投資家も参加できるようになるのだ。このシミュレーション結果が勝率の基準になるのだ。ちょっと待ってよ。ワールドカップの予測モデルが投資対象になるってことは、どの国が勝つかで日本人の資産が増えたり減ったりするってこと？その通りなのだ。例えば、エクアドルは 88% の確率で16強に進出すると予測されているのだ。モロッコは、ブラジル相手に 29.5% の勝率なのだ。この数字が公式な投資判断基準になるのだ。ああ、わかった。つまり、世界が3つの賭けになった。で、イラン戦争の交渉成功か失敗か、中国のタングステン禁輸が続くかどうか、そしてワールドカップの予測モデルが当たるかどうか、その3つの不確実性に全部お金が動いてるってわけね。正確に言うと、これら3つの結果が出揃うのは8月から9月なのだ。その時点で日本の家計は複合的な変化を受けることになるのだ。ガソリン代、スマートフォン価格、そして個人の投資資産、全部が動く可能性があるのだ。だから今この瞬間、投資家たちは3つの賭けの結果を見守っているのだ。イラン外相のもう近いという発言、中国のタングステン禁輸の継続有無、そしてワールドカップの数学モデルの精度、これら全部が世界がどう読み替えられるかを決めるのだ。つまり、私たちが普通に生活してる、その間に、世界中の投資家が3つの賭けの勝者に資金をシフトさせてるってことね。そのシフトの結果が私たちの家計に月170円から月350円くらいの差をつけるってわけ。怖いわ。明日はこのワールドカップ数学予測モデルの精度の本当の話をやるのだ。100万回シミュレーションって本当に当たるのか、それとも投資家を惑わすただの数字遊びなのか、その真実を徹底解説するのだ。チャンネル登録で明日の衝撃解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。